これまでのディスオナード2は、アラミス・スティルトンはかつて公爵の仲間だった。デリラが行動を始めた頃から彼は何年も姿を見せることはなかった。でもスティルトンの生死に関わらずデリラの不死の鍵は彼の家にあるはずだ。3年前アラミス・スティルトンの屋敷で奇妙なことが起こり、彼が姿を消したことは知ってる。スティルトンは地下壕に住んでいた。安全確保のために人都市特製の鍵をかけたな。中に入ればデリラを止める手がかりがあるかもしれん。よし、アラミス・スティルトンを探すわ。時の流れとは奇妙なものね。昔はこれから何が起こるのか、どこに行けるのかが楽しみだった。国を滑ることになる日が待ち遠しかった。子供の頃は母が玉座に座っていて、父は謎の人物。それからネズミの疫病が起こって母は殺され、ハウンドピッツパブの件があった。そして今度はこんなことが。今はただデリラの治世を終わらせ、お父様を取り戻したい。この家にはデリラの秘密が隠されている。彼女は悲劇を背負いながら身を立て、ついには王国を手に入れ、今では思い通りに変えようとしている。ルカーベールと共に芸術愛好家を抱き込んで王座を奪う手伝いをさせた。デリラは不死の力を得ていて、父の剣でも息の根を止められなかった。デリラのやったことを全て白紙に戻し、今度は大切なものを失わないようにしっかりと握りしめる。アラミス・スティルトン邸のミッション開始です。おかしい。ここにいると体がだるい。体がだるいと言ってますが、このステージでは能力使用が制限されています。でも、この後手に入れるとあるアイテムですごい能力を使うことができるようになります。スティルトン。そして、いろいろな攻略パターンがあり、大きく未来が変わる人が出てきます。さらにはデリラの核心に迫る話もあり、とても重要なミッションです。落としてくれ。風のように行き来して恐れているんだろう。我が家はどうしたんだ。衛兵や使用人はどこに行った。スティルトンを見つけましたが、ちょっと挙動がおかしいですね。アラミス・スティルトン。あるいはいつも孤独だ。3年前、アラミス・スティルトンの中で何かが安物の鍵のようにぽっきりと折れた。彼の一部とこの家がその夜に置き去りにされたまま。公爵の取り巻きはまだここに集まって計画を行動に移そうとしている。デリラの計画だ。そしてアラミス・スティルトンの一部はずっとここだ。壊れたままでな。虚無は正確には場所ではない。お前が想像もできないほど奇妙で古いものだ。虚無は中から見ている。そしてスティルトンの家の中でデリラによって残された悪意を通して少しずつ外へ漏れ出てきている。ここでは魔法さえ歪んでいる。物事がそうなるべきようには運ばない。受け取れ。こいつは時計のようなものだと思ってくれ。さあ、公爵とデリラを見張りに行くんだ。彼らの所領を確かめろ。このアイテムを使うと、なんと3年前にタイムスリップできます。こんな感じで。なんてこと。このタイムスリップ能力を使って3年前に何があったのかを調べてデリラの能力の秘密を探っていきます。また外出中ね。とにかく暗証番号がいるの。彼が持ち歩いてるノートに書いてます。ありがとう。はっきり言ってスティルトンの客は嫌いなのよ。さっき王立館長に叱られたのよ。名前は何だったかしら。ブリアナ・アシュワースのことかと。そう、それよ。変な人よね。とにかくこの調子で仕事を続けて。ありがとうございます。まずはこの扉を現代から抜けましょう。
基本的には過去には敵がいるので、現代を中心に移動して必要な時だけ過去に移動する方が良いです。やることとしては、先ほど衛兵たちが話していたように、ブリアナ・アシュワースがスティルトン邸に来ていたようなので、彼女らを探します。今夜のここでの行動で現在がどうかもね。まずはスティルトン邸を自由に動き回れるようにするためにマスターキーを取りに行きましょう。机の下で過去に移動したところにある椅子の上にあるのがマスターキーです。敵兵がいっぱいいましたが、すぐに現代に戻ってしまえば関係ないですね。マスターキーを手に入れたので、次は過去の中庭にいるスティルトンのところへ向かいます。とりあえず金庫は荒らしておきましょう。なんとなく先ほど銅像を支えている鎖を壊しましたが、それで現代で塞がっていた道が通れるようになります。そんな感じで過去で起こした行動が現代に変化を起こします。タイムパトロールがいたら確実に捕まりそうですね。ここも現代でブラッドフライの巣がありますが、過去で犬の死体を処分すると巣がなくなって金庫が現れます。それで現れた現代の金庫の扉にある番号を見て、過去の金庫を開けることができます。今は開いて番号は238でしたね。いつも思うけど、金庫の番号がアナログで合わせにくくて仕方ない。金目のものはいただいておきましょう。中央ホールまで着きました。ここには犬が2匹いるので、ボウガンで処理します。頭か心臓を撃てば一発で倒せますので、しっかり狙いましょう。もう一匹は奥の部屋にいましたね。これで1階は安全になりました。中央ホールから2階に上がります。2階にはブラッドフライの巣が大量発生しており、さらに巣の番人までいます。とりあえず巣の番人が邪魔になるので排除します。麻酔ボルトを使っても良いですが、少しもったいないので首絞めでやることにします。あとはブラッドフライの巣ですが、ここは無視して扉の近くで過去に移動しましょう。中庭に着いたら少し移動して再び現代へ移動します。現代には下に犬がいるので見つからないように足場で過去に移動します。あそこにいるのがスティルトンです。最上級衛兵がスティルトンを守ってたのね。くだらない。アシュワースたちに合わせないために麻酔ボルトで気絶させておきましょう。あなたを悪夢に引きずり込んだものを見なくて済むわ。スティルトンをアシュワースたちに合わせなかったことで現代が大幅に変化しました。廃墟のようだったアシュワース邸が綺麗な状態になっています。この状態だと目的の扉は板で塞がれているだけなので手間をかけずに中に入れます。この中に入るとデリラの秘密が明らかになります。事態は最悪ね。どういうわけか2つの時間が重なってる。始める時間だ。スティルトンはどこだ。奴はクビにしておくべきだった。父と仲が良かっただけだからな。これから試そうとしていることは誰もやったことがないことよ。私の理解を超えているし、あなたたちも理解できない。疑念を持つ者がいれば今すぐ拭い去りなさい。
これは論理では理解できない。境界線があやふやになり、自然哲学を超越して何か別のものが現れてくる。感じるぞ。行かれちまいそうだ。皆の者、デリラは正当な女王だ。これは彼女の意向だ。デリラの力は強くなっている。公爵と一緒に彼女の声を聞いたの。私たちに囁く声を。さあ、位置につきなさい。この世の裏に隠れている虚無に意識を集中しなさい。彼女の力を感じるでしょう。これはすごい。今までに体験したどんな七肉林よりも興奮する。さあ今だ。戻ってきたわ。この場所、冷たい世界から永遠から生きてるわ。なんてことだ。うまくいったようだ。これで私の魂は安全よ。この中でね。ルカ、それをどこかにしまっておきなさい。もう会えないかと思った。ブリアナ、ルカ、あなたたちのことは決して見捨てない。待ちなさい。隠れていても正体は分かっているわ。いつから来たかもね。私の帰還を見に来たんでしょう。いつの日かこちらから訪ねるわ。この世を超越した虚無だなんて計り知れない。あんなものはきっと一生理解できない。謎の儀式によってデリラが復活。さらにデリラの魂の一部を謎のオブジェクトに取り込みましたね。要はハリー・ポッターの資料箱と同じような効果です。あとは現代に戻って走って脱出するだけです。一応他のパターンも紹介しておく。過去のスティルトンを殺害するパターンとスティルトンを気絶も殺害もせずに暗証番号で儀式の扉に入るパターンがあります。殺害パターンの場合はスティルトン艇は空き家になっており、暗証番号を使う場合は廃墟のままとなります。それぞれ現代の様子がかなり変わるので、気になる人は試してみてね。周りを見てみろ。虚無の端すれすれで崩壊しつつある島。だがこの島は特別だ。私が喉をかき切られた場所、4000年前のことだ。ここで私の命は尽き、そしてまた再生した。私が作られた場所だ。虚無のこの場所はより昔に感じる。私は最後まで脱出を諦める気はなかった。必死で縄と戦ったが結局疲れてしまった。するとナイフを喉に触れ、時間切れだったことに気づいた。喉から血が流れ出て、私は神になった。デリラの秘密は分かったが、彼女の時代は終わり、永遠に虚無を漂い続けるはずだった。だがその意志と狡猾さは誰も及ばない。彼女はここを見つけた。私が私となった虚無のこの島をな。それをきっかけに虚無から脱出する方法まで見つけた。個々の力を利用してな。デリラは今私の一部だ。だが好ましくはない。デリラは大したものだ。彼女は己の一部を引き離して、それを骨の入れ物に隠した。死を免れるために。デリラを殺したいのなら、彼女の魂を探し出して元に戻すんだ。入手はたやすくはないだろう。だがその後にこそ最も困難な試練が待っているかもしれない。世界には想像したよりも多くの謎がある。
現代のサジン地区に戻ってきまし妙なた。一日の後にソコロフとの再会の時が来たわ。スティルトンが儀式に参加しなかったことで様子が様変わりしてますね。空気が多ければ陣配になるか。こんにちは。何かご用かしら。ルシア・パスターね。住人たちを助けているあなたは感謝される資格がある。あなたの正体を考えると、私を知っていることを光栄に思うべきかしら。それともあの公爵に協力していることを怒鳴りつけるべきかしら。私を誰だと思っている？私はバカじゃない。道にある新聞や手配書のことなんて関係ない。あなたが誰か知っているし、ルカ・アベールの独裁を終わらせるためにここに来てくれたと信じてる。とにかく私たちはあなたが仕事を片付けるまで待っていたのよ。計画があるよね。いえ、今はそんなしっかりしたものじゃない。でも最終的に公爵は力を失うことになる。今言えるのは、グランドパレスにいる全員があなたの敵ではないってことよ。あなたの判断を信じている。分かった。覚えておく。幸運を祈ってる。カルナカにはまだ変われる力が残っているはず。それは強欲な権力者のためだけじゃなく、きっとみんなのためになる。やることは常にある。少し考えてみることね。ここの鉱山労働者の家族は鉱山労働者と同じぐらい懸命に働いてる。生きるために必死なの。生活はとても厳しい。でも私たちは重労働を恐れない。いい人ばかりよ。前の時はホームレスに炊き出しをしていたルシア・バスターさんですが、過去が変わったことで出世したみたいですね。あとはソコロフのところに戻るだけですが、簡単に取れるルーンは取っておきます。さらに報酬を用意してもらいたいとの要請を。安全のためだった。過去改変によってここも敵がいなくなって楽に脱出できるようになってます。きっと他の誰も気づかないけど、ここはいい方向に変わったわ。実はもう一人大幅に変わった人がここにいます。戻ったな。ずいぶん早かった。直接スティルトンに合わせられなかったことは謝る。だが場所は分かったようだな。以前スティルトンは公爵について何も言おうとしなかった。結局その理由は分からなかった。鉱山労働者にとって幸いにもスティルトンは公爵のやり方に全力で反対してくれる。わしの最後の教えだ。出発準備はできているか？砂ぼこりで喉がひどいんだ。ええ、パオロとバーンを見つけた。スティルトンの家にも行ったわ。行きましょう。無事にノーキルノーアラート達成ですね。お疲れ様。次回のディスオナードは、スティルトン邸にてデリラの不死の秘密を知ったエミリー。ついにデリラの右腕であるルカーベール公爵のいるグランドパレスに乗り込むことになった。目的は公爵の排除とデリラの魂が封じられているオブジェクトを見つけ、デリラの魂を盗むこと。しかし、デリラの魂を奪うためには、ある犠牲が伴うのであった。ここまで見てくれて、ありがとうございます。次回も見てくださいね。よろしければ、動画の評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。